こんな日当たりの悪い庭でさつまいも栽培はできるのか。さつまいも栽培が簡単だという記事を見て、期待して植えるも、2023年、無残な収穫で終わったさつまいも栽培。昨年の反省を生かし、次のことに気をつけました。裏の庭が一番葉っぱが生い茂ったので、プランターや表の庭では栽培しない。土が粘土質で硬すぎたため、この土をほぐしつつ、買ってきた土を上に盛る。なんだかんだで自然に近い状態の方が生育が良かったので、できるだけほったらかす。まず苗を買います。苗は昨年ネットショップで買いましたが、ショップの発送ミスでなかなか届かなかったことや、送料がかかることから、ホームセンターで買ってみます。しかし、ホームセンターには20本セットしか売ってませんでした。20本も植えきれないため、ためらう眠ろう。他の場所にも売ってないか探すと、このような土に植えてある4本セットが売られていました。これを買いました。もちろん、買った品種はネムロウの大好きな紅はるかです。早速植えたいところですが、昨年の収穫後からほったらかしのため、雑草が生えてしまっています。どこから来たのかピーピー豆が生えています。まずは雑草を取り除きます。ネムロウは体が弱いため、この一回一回の動きのたびに立ちくらみがしていますが、耐えながらやっています。残りの雑草は摘み取っていてはキリがないので、土を掘り返すことで対策してみます。買ってきた土を盛ります。土の形を整えます。いよいよ苗を植えますが、説明に根を半分切ると書いているので、そのようにします。これで完了しました。最初だけ水をやり、あとはさつまいもくんたちに頑張ってもらい、収穫を待つのみです。今年こそはと期待に胸を膨らませます。俺たちに任しとけ。しかし、10日後、水不足なのか、葉っぱがヘトヘトになってきました。水をやることにします。葉っぱがしなる程度なので復活すると思いますが、4つのうち1つは何者かにやられたのか、苗がちぎれてしまっています。さすがにこの苗は死んだかと思いつつ様子を見ていきます。嬉しいことに葉っぱが生えてきました。さすが去年は水菜みたいな状態から復活したさつまいも。生命力があります。この調子で他の3つの苗を追い越す勢いで成長してほしいと期待します。心なしか葉っぱで空を羽ばたいているようにも見えます。しかし何者かによって葉っぱが食いちぎられてしまいました。他の苗の葉っぱも食いちぎられています。さらにその翌日、
完全に食いちぎられてしまいました。とはいえ、また復活することを願いつつ、10月頃の収穫まで期待しながら毎日過ごしたいと思います。同じようにさつまいも栽培に挑戦している方、共に頑張りましょう。このチャンネルを楽しみに見てくださる方、ぜひ収穫編をご期待ください。